どうもこえです。僕は今台湾に向かっています。今回は僕のチャンネルでは初めて高雄、台南の旅行動画をお届けします。台湾第2の都市で活気あふれる港町高雄、そして昔の台湾の中心、歴史と美食の町台南、夜市の香ばしい匂い、日本では食べられない数々の絶品台湾グルメ、古き良き街並みにテンションが上がります。最先端の都市と伝統が息づくエリアを巡る魅力満載の旅へ、皆さんと共に出発です。では行ってみましょう。本日もスターラインスメンバーエバー航空と ANA、ニュージーランド航空並びにタイ国際航空との共同運航便をご利用いただきまして誠にありがとうございました。はい、台湾桃園国際空港、今到着しました。前回来た時は台北の旅行機をお届けしましたが、今日はこれから台湾の南側高雄、台南に向かいます。高雄までは新幹線で向かうのが一般的な方法だと思うんですけど、まずはここの空港から新幹線に乗ることができる高鉄桃園駅っていうところまで行く必要があります。台北に行く場合もこの MRT を使って電車で行くわけですが、この空港から市内にかけての MRT はクレジットカードのタッチ決済を使うことができたんで便利でしたね。特に特別な決済とかする必要なく。はい、そして電車に乗って空港から高鉄桃園駅まで約20分で到着です。そしてここから新幹線に乗って高雄に向かうわけですが、これ見たらすぐにわかると思いますけど、日本の新幹線ともう形がそっくりというかそのままですよね。はい、紛れもなく日本が作った新幹線ということで、内装、椅子の座り心地、隅から隅まで日本の新幹線に乗った時と全く同じ感覚で、新幹線に乗っている時はもう日本にいる安心感みたいなものを感じましたね。新幹線のチケットは結構安く買うことができて、今はなんかキャンペーンをやってて、高速鉄道を2人1組で利用することでなんと半額になるキャンペーンをやってるんで、いろんな旅行代理店、クルックとか KKday とかそういうところから予約する場合でも半額で利用できるんでね、これは活用したいですね。高鉄桃園駅から高雄の新幹線駅まで約1時間35分で到着です。はい、高尾の新幹線の駅に着きました。これ人結構多いですね。さすが台湾第2の都市です。駅の中もめっちゃ綺麗で、これから地下鉄 MRT に乗って街中に行きます。ちなみに地下鉄とかバスは台湾だとこの悠々カードってやつを作ると便利ですね。これにチャージしてタップすれば簡単に乗れます。で、このレッドラインに乗って真ん中の高尾駅に行きます。で、ホテルの最寄り駅の高尾駅に到着したんですけど、これめっちゃ綺麗ですね。これ多分中央のエリアになるんですけど、天井がアーティスティック。明日行くと思うんですけどね、もう一つ有名な観光スポットにすらなっているアーティスティックな駅もあるんですけど、駅の中にいるだけでも高揚感を覚えることができるこの作りですね。こんな綺麗だとは知らなかったわ。高尾の駅びっくりで、今回は新幹線でこの直接高尾の中央のエリアまで来ることはできなかったんですけど、将来的には延伸する計画があるからこうやってリニューアルされたみたいですね。駅の外に出てきたら目の前にはこれ歴史的な建造物っぽい雰囲気が漂ってますね。高尾駅っていう風に書いてますが、以前は駅舎としてこれは使われてたんでしょうね。で、反対側振り返ると高尾の街中、繁華街っぽい雰囲気が流れてますね。いやー、道もめっちゃ広くて、これは大都会の雰囲気漂ってます。はい、で今日から2泊するホテルが高尾のさっきの駅からと8分ぐらい、もう1個のビレータン駅からも同じぐらいでちょうど中間にして立地が良さそうなのでここにしました。ジャストスリープっていうホテルですね。で、お部屋入ってきました。1泊1万円ちょっとだったんですけど、かなり良さげですね。リビングと寝室のエリアはスーツケース2人分余裕で広げられるサイズ感で、ベッドも大きいですね。しかも綺麗。
で洗面台があって、この辺に置いてるのなんと全部無料でいただけるみたいです。冷蔵庫の中にもジュースのサービス入ってますね。すごい、海外でパナソニックのドライヤー初めて見た。さすが親日の台湾。今回コスパ重視で撮ったんですけど、かなりいいですね。これはここはクローゼットエリアで、しかも日本人には嬉しい大きなバスタブまでついてます。でトイレもセパレートです。言うことなしだな。これはおすすめのホテルだわ。フロントロビーのエリアにはコーヒーのサービスまでありますね。これは全然ジャストスリープ、寝るだけじゃなくてくつろぐことができるホテルですよ。はい、で今日は夜市に行こうと思ってたんですけど、お目当ての夜市が今日空いてなくて、明日夜市に行くことにして、これから近くの気になるレストランに行きます。でちょっと目に入ってきたのがこれ、加賀屋ですね。僕の動画では100万再生超えてる動画になってるんですけど、あの加賀屋と関係あるのかな。はい、でお目当てのレストランはここのホテルの中にありますね。中入ってきてメニュー表を開くとコースメニューがありますね。これが一番リーズナブルなコースメニューで1500元、日本円にすると大体確か4倍ですよね。なんで6000円ぐらいか。で次のページはちょっとグレードアップしたコースメニューが、左手が2000元、右手が2800元。なかなかこの高尾に来ることもないと思うんで、今回はせっかくならこの一番いいやつ、コース料理頼んでみようかな。1万円ちょっと。前回上海でもやっぱいいとこに来るとお料理美味しかったんでね、今回旅の中で1都市あたり1個ぐらいはちょっと贅沢しようかなっていうことで、今回は奮発しますけど、単品のメニューもこんな感じでたくさんあって、単品ちょっと注文するぐらいだったら、そんなめっちゃバカ高いってわけではないと思いますね。ホテルの中にある高級中華の割には日本よりは若干安い感じはします。チャーハンが1200円ぐらいですね。まずは前菜出てきました。これが右がカラスミですね。この辺の台南のエリアはなんかカラスミが結構取れるというか有名みたいですね。でこれ鶏肉のお酒で蒸したやつ、これが床節っていう風に書いてますね。貝ですね。で一番左がクラゲの和え物ですね。よし、まずはクラゲをいただきます。クラゲとか食べたことあるかな今まで。これ春雨ですね。春雨の味でめちゃくちゃコリコリ食感ですね。クラゲ淡白な味わいです。でこの貝が床節、確かにアワビっぽい風味で、このピリ辛ダレがニンニクとスパイスとちょっと酸味がある中華っぽいソースですね。で鶏肉、うまっ。この鶏肉うまいですね。味付けが本当にこうほんのりとお酒の風味が漂ってきて、すごい上品な風味ですね。これうまいですね。鶏肉なんかあんまり日本じゃ食べたことがない味わいかもしれない。これはでカラスミ、こう卵っぽい風味にお魚の風味がちょっと入ってくる感じですよね。カラスミ日本でたまに食べますね。で次に来たのがホタテと野菜の卵白炒め。いやこれも日本で見たことがないですね。こんな形で出てくるのは。ホタテめっちゃでかい。これはもうホタテがまず大きいからね、もう食べた瞬間に贅沢にじゅわっとホタテの風味、そして上にねこの黒いのが乗ってるんですけど、これ多分なんかキャビアじゃないかなっていうふうに思いますね。なんで普通のホタテじゃなくてちゃんと上品な風味が広がる。でこの卵白でよりちょっとこう塩味とか濃厚さをさらに演出してますね、ホタテに。違うわ、キャビアって言いましたけど、これトリュフですね。トリュフで上品な風味を出してます。勘違いしてるキャビアって言っちゃいました。やっぱ僕は別に昔から高級なもの食べてるわけじゃないんで、たまに間違えます。次に来たのがラム肩ソテー黒胡椒風味。大好きなラム肉です。おお、なんか一気に
すごいのいっぱい出てきたぞ。わ、チャイニーズ小籠包って言ってますね。面白いですね。日本だったら多分一品一品出してくるんですけどね、なんか一気に豪勢なのが登場するコースなのに、でもこの豪快さが中華圏っていう感じですよね。ちなみに今出てきたのはまずこれがフカヒレの極上スープですね。タケノコとかも入ってます。でこっちにあるのが伊勢エビの春雨ガーリック蒸し、伊勢エビが出てきましたよ。でこの右手にあるのがハタとからし菜の中華蒸しって書いてます。ハタです。そしてチャイニーズ小籠包、絶対うまいやつ。はい、じゃあラム肉いきます。ラムチョップは手づかみですね。いやうまいですね。このラム肉はこう臭みが出やすいんですけど、その臭みを感じさせないっていうかね、このあんのようなちょっと甘みのある中華風のソースがかかっていて、そこに程よくスパイス、黒胡椒、味付けが絶妙ですね。まあちょっとこう庶民的なところに入ると味付けが薄すぎたり濃すぎたりすることあると思うんですけど、やっぱそういうことないですね。これもでもなかなか珍しい味付けですね。外国でも日本でも食べられないような、でも美味しいですね。さあそして次は伊勢エビいきますよ。伊勢エビって日本以外で食べられるんですね。海外近いから、ね、台湾は日本とも仲がいいし、日本の食材になるのかな、ちょっと分かんないですけどね。うまいっすね。伊勢エビ甘みが出てるんですけど、そこにやっぱちょっと中華風の味付けですね。春雨の風味とガーリックがほんのりと効いてます。身がめっちゃ大きくてもう贅沢ですねこれは。そしてフカヒレスープ。日本でフカヒレスープとか飲んだことない気がするんだよな。ちょっとこう甘いスープですね。上海のカニのレストランでもフカヒレスープ食べましたけど、その時と全然違いますね。なんかフカヒレ自体にはあんまり味がないんですよね。で中に入ってる具材の風味をフカヒレが吸収して濃厚にしていくみたいな感じだと思うんで、冷たいんですよスープも。全く味がしないくせに高級食材ってすごくないですか？そんなもんないですよね他に。だから本当ちゃんと味を吸収してこの独特のコリコリ食感を生み出す、これが人気なんですね。次はお魚いきますよ。ハタです。高級魚のハタ、これ日本以外で食べれるとは思わなかったですね。やっぱ台南はどうなんでしょう。台北に比べて海産物お料理盛んなのかな。身はしっとりしてるんですけど、この油の乗り具合が絶妙ですね。しっかり油が乗ってるんで、この上にたくさんネギが乗ってて、それでシャキシャキさっぱり、後味がすっきりですね。そしてまだまだこの左手と右手とお料理がたくさん出てきます。いやこれはもう余裕でお腹いっぱいになりますね。さあ小籠包いただきます。台湾に来たらやっぱこれは食べないとね。で食べ方がね、いつもこれ僕下手くそでブシューって口から飛び出しちゃうこと多いんですけど、確かこの中に入れてここで穴を開けるんですよね。ですよね。出た穴を開けて、この中にレンゲの中に出汁をしっかり出してあげると。でどうすんだ？飲むんだ。めっちゃジューシーで、これにつけて食べてもいいの？その後につけて生姜もちょっとのせたい。いやもちもちジューシーでうまいっすね。なんか生地がめちゃくちゃもちもちな感じがしますね。今まで食べてきた小籠包に比べてお肉も濃厚でジューシー。小籠包に外れはないですね。台湾で食べるときにめっちゃジューシーだから、この最後さっぱりとさせてくれるピリッと生姜が最高なんですね。はい、そして最後はこの左手にあるのがカスタードまんじゅう、そしてフルーツの盛り合わせがデザートですね。うまそう。ドラゴンキウイ、違うゴールドキウイか。いやうまいですね。やっぱ台湾は特にこの南の方は常にあったかいんで、フルーツ自体も美味しいのが取れるんでしょうね。台北よりもこっちの南の方がよりサトウキビとかも取れるっていう風に聞くんで、明日屋台とかでちょっと飲んでみます。サトウキビジュース。でもやっぱいい感じのレストランでね、ちょっといいコース注文したんで、一つ一つの食材のね
贅沢さがすごかったですね。伊勢海老とかハタとか、そんな中でも小籠包も台湾らしいものも食べれましたし、間違いないですね。でも明日からは夜市とか庶民的なところにたくさん行こうと思います。そっちも楽しみです。はい、翌朝になりました。今日は一日ここの高雄の観光です。明日は台南の観光をする予定なんですけど、今から観光スポット行く前に朝食食べに行きます。でちょっと離れたところをまずは観光する予定なんで、ウーバータクシーで行こうと思います。7キロぐらい先なんですけど、200ニュー台湾ドルなんで、やっぱ日本に比べたら安いですね、タクシー。これから行く観光スポットの龍虎島っていうところの近くですね。結構ここも商業施設たくさんあって、でここが有名な朝食で小籠包を食べれるお店です。ここでいただきます。小籠包が10個入りで90元、360円。めっちゃ安いですね。はい、頼みました。小籠包10個頼んで55で2人で分けてます。そして台湾といえばこれですね、ソイミルク。これが20元80円ぐらいなんでいいっすね。激安です。はい、どうしこいさんといただきます。タレにつけて、もう口に入れた瞬間、この肉汁がじゅわっと広がる感じが最高っすね。いやこれ10個入りで360円ぐらい。別に日本でディンタイフォンとか高級店行かなくてもこれで十分めっちゃうまいですね。うまいっすよね。うまいこれこれはおすすめですね。うまい。気軽に食べに来れるし。でこれですね、豆乳。これうまい。なんか空気吸って、危ない。これうまいですね。以前中国行った時もホテルの朝食とかでホットソイミルク必ず置いてるんですよ。で砂糖とかもほとんど含まれてなくて、体に優しいこの味わいが最高ですね。日本でも海外のどこに行ってもこれ導入してほしいです。ホットソイミルク。これ満足度高いわ朝から。Thank you。ちなみに台湾はね、このローカルなところでも英語が通じることが結構多いですね。本土とか行ったらもう全然英語通じないですからね。その点もやっぱ旅行しやすいです。めっちゃうまいんでおかわりしました。もう4個。これ頼んでも8個入り70元なんで7、4、28、280円ぐらいです。はい、ご飯食べて龍虎島に行きますが、さっきのそこそこ街中のエリアから徒歩で行ける距離です。来ました。これ目の前にあるのが龍虎島ですね。ガイドブックとかで高を取り上げているページだとこの景色が出てくることが多いんじゃないですかね。1976年に建てられた建物で、比較的最近の建物になりますよね。歴史的には宗教的な何かがあるというよりは、高雄の人たちの人々の幸せと町の平和を願って作られた建物になります。で特徴的なのがこの目の前に見えている手前側に虎、奥に竜がいますよね。ここが出入り口になっていて、向こう側のドラゴンの口から中に入って虎の口から出ると悪いことを取り払う、そんな効果があると言われています。で竜っていうのが昔から幸せを呼ぶ生き物とされていて、雨を降らせたり人々を守ったりする力があると考えられています。で虎が悪いものを追い払う強い守り神として大切にされているとのことです。なんかこれ面白いキャラクターがいますね。くまモンじゃないかって見た時思ったんですけど、でもめっちゃ似てますね。これクマではあるっぽいですね。高尾熊って書いてますけど、くまモンとなんかこれ関係があるんですかね。高尾顔ションっていうね。クマションっていうから似てるから顔ションションみたいな。中国語でガオションションって言うんですね。これとこれ似てるんです。似てるんだ。ションション。ちょっとかけてる。なるほど。かけてる可能性がある。それでクマにしたんだ。日本へのリスペクトで、熊本へのリスペクトで
ちょっと真似したっていうのもそれはそれでいいですけどね。あ、確かに。嬉しいですけどね、九州の人からしたらそれは分かりません。入り口にも竜がいますけど、これすごい特徴的な道の形してますね。ジグザグに斜めになりながら向こうの塔に向かっていく形になってますけど、これは悪いものを中に入れないための工夫っていう風に書いてましたね。なんか結構不思議な感覚ですね、これまっすぐ歩いていけない感じは。で近くまで来てみたんですけど、これ今中になぜかは分からないんですけど入ることができないっぽいですね。工事音が聞こえてくるから、多分もしかしたら工事してるのかもしれないけど、こんな感じでシャッターが閉まっちゃってます。本当だったらこの竜の口から入って向こうの虎から出て悪いものを取り払って幸せを呼び込むはずだったんですけどね。で中に入ったら結構綺麗な絵が飾られてたり、上に登っていい景色望めたりしたと思うんですけど、定休日ということで、定休日じゃないの多分今老朽化でなんか工事してるらしいです。皆さんが来た時には邪気取り払っちゃってください。僕は自力で頑張ります。この竜虎塔自体はもちろん見応えがあるんですけど、その周り奥の方にも建物が結構たくさんカラフルな色合いで建ってて、でここが海なのかな湖なのかなちょっと分かんないですけど、水辺になってるんで、公園のような感じで癒しの空間になってますね。たくさんの人たちが水辺のところ歩いてますね。左手側、みんなにとって憩いの場のような雰囲気が流れていて心落ち着きますね。ちょっと歩いてきたらまたこれインパクトのある巨大なドラゴンと神様ですかね、いますよ。でこっちの左下にはたくさんの亀さんたちがいて、これ見てるだけで癒されますね。あそこ一匹だけでっかいやつがあ、本当だ。網の登ってるよ。登山してる網焼きみたいな日向ぼっこしてる。結構でかい。結構カメラの高低差わかんないみたいで、はい、覗くんですけど、行けるって勝手にガーンっていくんですよ。ああ、そうなんですね。高いとこ落ちるんですよ。ああ、だからマンションからダイビングしたりするんですよ。じゃああれ登ってる感覚ないのかもしれない。普通に歩いてる。上行った。ここの竜は入ることできますね。さっき入れなかったから。出口は虎なのかな、ちょっと分かんないけど入ってみます。中には確かにこんな感じで立派な絵が描かれてますね。これは竜の体の中を歩いてるっていうのがなんか面白いですよね。で外に出てきましたが、これは果たして虎なのか。振り返るとあれ、竜のお尻でした。虎ではなかったです。だからやっぱ向こうに行かないとダメってことですね。虎の口から出るためには。はい、次はこの高雄の町からすぐに行くことができる半島に船で向かいます。ここの船乗り場から。で船はこれ多分ね悠々カードで行けますね。タッチして、おおすごい、30元です。船に乗り込みます。船で行くって言っても多分5分ぐらいであっという間に到着するらしいです。はい、今右手の本土といえばいいんですかね、台湾本土から出発して左手に見えてるこれが目的地ですね。本当に目と鼻の先です。すぐそこで、この船はもう1日に何回も往復してる感じなんで、多分いつ来ても大丈夫なんじゃないですかね。僕が来た時は出港したばっかりでちょっと乗り遅れたんですけど、もう少し待ったらやってきましたね。10分ぐらいで。また折り返しの船も見えてますけど、こっから見るとでも結構普通に大きな町じゃないですかね。商業施設もたくさんあるし、この真ん中のレンガ造りの建物とかとっても立派ですね。で少し引いてみると右手のところに山があって、あそこ登ったら多分いい感じの景色を望むことができるっていう風に書いてました。本当にもうあっという間ですね。5分も経ってない気がする。で振り返って今度の方を見てみると、なんかすごいカラフルパステルカラーの色合いで可愛い街並みになってますね。この港の船が出発したエリアは。
こっちには大きなビルがちょっと空気かすんでるんですけどね、見えてます。このタワーは台北にある台北101、台湾で一番大きな建物ができるまではこれが台湾で一番高い建物でした。首都よりも先に最も高い建物を建てるっていうのも珍しいですよね、世界的に見たら。到着したらこんな感じでお店がたくさん連なってます。海が近いんで美味しい海鮮のお店とかがたくさんあるようなので、ランチはどっかで海鮮食べようと思います。でまずは反対側行ったら綺麗な海が見えるっていう風に書いてたんで、そっち行ってみます。半島っていうことで自然も楽しめるエリアですね。でさっきまではなんか普通に本土でもありそうな光景だったんですけど、ちょっと進んでいくとこれ屋根がついててリゾート地っぽい雰囲気がありますね。この屋根がなかったら普通の景色、なんか普通のタヤの街の景色なのに、これだけこれがつくだけで全然雰囲気が出るっていう。あと後ろのあれと教会みたいなのがありますね。しかもかなりでかいな、あの教会。わあ、これは美味しそうな海鮮があそこに並んでますけど、後でいただきましょうか。タピオカもうまそう。これもどっかで食べたいですね。でこのアーケード抜けていったらちょっとこれは南国っぽい雰囲気が出てきましたね。ここが高尾のハワイか、そんなこと言ってなかったですけどね、別にそんなことは書いてなかったですね。でも結構広いビーチだな、こっから見ると。でもこっから先が確かに大自然って感じですね。後ろに商業施設たくさんあるけど、この辺はかなり異国感というか、一気に離島に来たっていう雰囲気が漂ってきてますよ。ほらこれ、ここだけ切り取ったら完全に離島じゃないですか。砂浜がちょっと黒い感じだけどサラサラ、普通にサラサラ。これ気持ちいいですね、多分素足で歩いても。ゴミも見た感じ全然落ちてなくて、すごい整備されてるし。なんでこの灰色なんだろうね、灰色っすね。お、波も、適度に波があって、でも天気がいいですし、これ穏やかな感じで楽しそうですね。楽しそうといっても泳いでる人は今いないですけど、理由は寒いからですね。朝晩は10度台になるし、やっぱ風が強いんで、僕も今羽織物1枚着るぐらいなんで、さすがにこの気温だと泳いでる人はいませんが、夏は結構たくさんの人でこれ海水浴楽しんでる人で賑わうと思いますよ。でも街中の割には海もそこそこ綺麗ですね。だって砂浜がこれ黒いからそんな青々とこうなることはないと思うんですけど、砂浜が黒い割にはちゃんとこう青い部分が海の中にあるんで、街中でこれだけ綺麗だったらいいですね。ちょっと冗談っぽく高尾のハワイって言ったんですけどね、これは高尾のハワイって言っていいと思います。綺麗です。自然もたくさんあって、でこっちの山の上の方にも登ってみましょうかね。海辺から歩いてきて、これ山登るの結構大変そうだなって思うんですけど、 Google マップだったらここからもう10分ぐらいで行けるみたいですね。もうトンネルくぐっていくみたいですね。星空なんとか道っていう風に書いてるんですけど、中はこれアートになってますね。カラフルな。そしてなんか天井もキラキラしてて、この辺もちょっとした写真スポットになってますね。でさっき今真正面真ん中見えづらいですけど、トンネルくぐったんですけど、あっち全然違う道で海の方に出て散歩するルートしかなかったですね。多分こっちの階段登ったらこの上の展望台に行けるんだと思います。上まで来るとこれが要塞だったっていう雰囲気が出てますよね。できたのが清朝の支配下にあった時代で、外国からの侵略とか海上貿易のためにここが使われていたということです。これはイギリスの技術が取り入れられているっていうことで立派なレンガ作りですね。でもこれは多分見る限りちょっと補修とかされてんじゃないのかな。綺麗ですよね。これがもう補修されずにずっと残り続けてるんだと相当立派なものですよ。でここ上に登ったら景色がとってもいいってことですね。これは素晴らしい景色ですね。目の前さっきまでいたビーチが広がっていますけど、こっから見ると本当にこのビーチの面積が広いですね、奥の方まで。でここは今半島って言いましたけど、橋で一本つながっているみたいです。ただ昔はこの本土と陸つながりになっていたんですけど、この海上貿易とかその船の行き来とかそういう交通のために陸続きであったものを陸をカットして
半島島になったということですね。珍しいですよね。なかなか陸続きに後でするんじゃなくて人工的に島にしちゃったっていうのは、そんな中でもこれだけ本土と近いんで、今の時代になっても行き来が盛んに行われていて栄えた場所になってるっていうところですかね。ちょっと今日は霞んで奥のビル群が見えてないんですけど、夜どうなんだろうな、夜景が綺麗かもしれないし、何よりもここは海がこれ西側になるんでサンセットが本当に綺麗らしいですね。今回は昼間に来てしまいましたけど、プランニングによっては夕日が見れる時間帯に来るっていうのもおすすめです。でちょっと歩いて、ここが東西になるのかな、白壁がたくさんある建物があるんですけど、ここからの景色もさっきとちょっと違った雰囲気でいいですね。より目の前の街中ビルの景色をきれいに望むことができそうです。でもこっちの紀神島の方も手前側本当にカラフルなパステルカラーで彩られていますよね。もともとはもちろんこんな色じゃなくて、ここを観光地化して盛り上げるためにこういう色合いにしたんだと思いますし、昔の建物がそのまま残っていると廃墟みたいな感じになって見栄えも良くないと思いますんで、こうするだけでもやっぱ実際に訪れて明るい気持ちにもさせてくれますよね。本当でも綺麗だな、これ色合いが。さっきの通りに戻ってきて、お昼ご飯海鮮このお店でいただこうと思います。目の前には取れたての海鮮がたくさん並んでますね。うまそう。アワビとかもある。真ん中、はい、中に入ってまず頼んでみたのがこれがお刺身盛り合わせ、サーモン、マグロ、メカジキですね。でこれがハマグリスープ、めっちゃ美味しそう。生姜もたっぷり乗ってる。でこれがアワビですね。豪華に6つもありますよ。ボイル仕立てで、これがお野菜水菜炒めです。違うわ、睡蓮か、睡蓮って書いてたな。お刺身マグロいただきます。普通に身が大きくて美味しいですね。外国で刺身ってあんまり実は食べたことなかったんですけど、新鮮で鮮度が高いのか生臭さとかないですね。そしてサーモンも、美味しいですね。普通にね、サーモンね、美味しいですね。結構肉厚に身を切ってくれてるのがいいですね。メカジキ、こんな感じで気軽に海鮮楽しめるってことですね。ハマグリスープもいただきます。うまっ。この薄い塩味のスープに生姜がしっかり効いてて、これはうまいですね。ホテルにも生姜湯があったんで、結構やっぱ生姜を食べる文化があるんですね。とっても落ち着く味わいですね。これは日本人でも好む味だ。ハマグリも身がめっちゃでかい。そしてアワビですね。これは贅沢品ですよ。丸ごと一匹アワビ食べるのはこれ贅沢ですね。かかってるソースがちょっと甘辛だれですね。中華風のソースが、かかってます。バター醤油とかもあったら嬉しいですけどね。これはこれで美味しいです。海鮮食べてるとお酒飲みたくなるんで、台湾ビールいただきます。いやー、やっぱ飲みたいですね、これね。よし。最高ですね。異国で飲むビール、これうまい。ごちそうさまでした。海鮮はね普通に美味しかったっていう感じで、日本がねやっぱ海鮮のレベル高いんでめちゃくちゃうまいってことはないですけど、ただあれだけ注文して1人2500円ぐらいだったんで、ビールも頼んだしかなり安いですね。コスパよく海鮮いただけます。はい、で次はこれ右手がさっき言ったビーチなんですけど、ビーチ沿いにこんな近代的な建物があるんですけど、ここが市場になってるんですよね。これは干物とかが売られてますね。結構積極的に100引きをしてくれますね。何なんでしょうね、これ回ってるやつ。蚊よけか。蚊よけだな。干物がたくさんあります。うまそうやな、普通に。でもこの干物臭する感じはちょっとベトナムを思い出しますけどね。ベンタイン市場とかハン市場とかダナン行きましたね。ホーチミン行きましたね。
左手にお魚、こんな状態でこれ置いてていいのかな。今のお魚も干物にするってことですね。ずっと置いてるから。なんか全体を通してそんなにこうゴミゴミすることなく快適に観光できてますね。そんなに人が多すぎないから並ぶこともないし、ちょっと穴場感がありますね。高尾の中でも一つ船で渡ってリゾートっぽい雰囲気ってとこで、なんか謎のイルカがいますけど、基本的に本当にもう干物ストリートですね。あ、これはタラタラしてんじゃねえよ思い出しますね。皆さん知ってますか？駄菓子屋さんに売ってある美味しいやつ、人気商品、最近食べてないな。やっぱり海辺らしい市場っていうことでこれだけ干物をしてるわけですね。はい、また本土に戻っていますけど、やっぱりこの近いとはいえ船で訪れる特別感っていうのがありますよね。旅行気分を高めてくれるというか、目の前には大きなタワーと、あとはクルーズ船も止まってますね。ノルウェーのクルーズが今日は止まってるっていうふうに言ってたんで、クルーズ旅でもここの高尾は飛行地になってます。海沿いであってこれだけ大きな港があるんで、はい、船着き場戻ってきて、船着き場からも徒歩1分のところにめっちゃ美味しいかき氷屋さんがあるとのことでやってきました。この海の氷っていうふうに書いてるのかな、このお店ですね。でこれがメニューで、マンゴーかき氷食べたいと思ったんですけど、残念ながらこれ季節限定で今2月なんでやってないですね。仕方ない。でも逆に言うとこっちのいちごのかき氷は今の季節冬限定なんで、せっかくだからこっちにしようかな。やってきました。いちごたっぷりのフルーツかき氷で、ドスコイさんは世界で一番プリンが好きみたいなんで、プリンのかき氷ですね。はい、プッチンプリンが一番好きですからね。いやーうまいっすね。練乳がこのシャリシャリの氷に染み込んだ感じがたまらんっす。で濃厚な甘みの練乳に酸味をしっかり発するフルーツ、これですね。やっぱ台湾来たらかき氷食べないとうまい。やっぱ小籠包とかき氷、日本に入ってきてるもんはうまいっす。間違いない。もう何杯でも食べれるわ、かき氷。1日1杯食べたい。いやほんとこの氷がいいわ、シャリシャリ。やっぱ日本の夏祭りとかだとこれだけシャリシャリの品質の高い氷食べれないんですよね、練乳が溶け込んだ。このかき氷はね、日本で食べるよりうまいですね。フルーツの品質も高いし、南国だから。でもやっぱ台北に比べたらすごい落ち着いた空気感ですね。人気のかき氷店とかだと台北だったらちょっと並んだりすることが多いんですけどね、ガヤガヤしてたり。そんなことがないですね。一切並ぶことなく落ち着いて食べれてますね。欧米人とかがやっぱあんまりいないですね。韓国人もね見ないし、日本人はそれはいないと思うんですけどね。日本人見ないですね。直行便あるんでね、意外と気軽に来れるんで、福岡からも直行便あるし、さっきから後ろのワンちゃんが食べたそうに見てきてますね。はい、今次のスポットに歩いて向かってるんですけど、これ目の前公園のような場所に線路が張り巡らされてるんですよね。これ多分昔は使われてた場所だと思うんですけど、車庫か何かかな、わかんないですけど、ちょうど今左に路面電車が走ってきましたね。これ街中を通ってる路面電車というよりは街の周りを取り囲んでるルートになるんですかね。最近この路面電車は開通したみたいです。左からもやってきてます。綺麗だ。で今やってきたここが爆二芸術特区、爆二アート特区っていう場所で、もともとは古い倉庫群のところをアートやデザイン、文化のイベントの中心地としてリノベした場所ですね。可愛らしい。子供だったら絶対喜ぶこの電車に乗るアクティビティとかもありますね。いいですね。乗りたいですね。でこっちの方まで一周する感じかな。でさっき見ていた公園がこっち側にあって、ここも鉄道の車庫のところをリノベしたエリアになってるってことで、これ目の前ガジュマルの木かな、南国らしい木があるのがいいですね。雰囲気が出ていて、こういうところにビルをたくさん建てるというよりは自然を大切にするような再利用の仕方っていうのもなかなか面白いですよね。アーティスティックなちょっとしたオブジェみたいなのがたくさん建ってます。
うわ面白いっすね。なんかあれラッパみたいな形をして、これ木を再利用したみたいな感じになるんですかね。奥の方にはこれ映像だとちょっと伝わりにくいかもしれないですけど、とんでもなくでかいバナナありますね。あんなでかいの見たことないですね。なんか電車の中にバナナ入り込んでますからね。なんだっていいっすね、こういう遊び心。普通だったらやらないだろうみたいなこのことをね、オブジェとかああいう形で表すっていうね、遊び心がこれから大切な時代ですよ。 YouTuber にも大切だと思いますね、どすこいさんね。はい、 YouTuber だけじゃなくてお仕事においてもね、どんな仕事でも大切ですから、感性を磨きに来れる場所ですね、高尾で。美術館とかは基本的にこう広大なこうお部屋にちょっとポツンってこう芸術作品とかが置かれるっていうのが特徴的じゃないですか。だからこの公園もね、これだけ広大な場所にポツンポツンポツンってアートが存在するっていうのは、ある意味なんか相当ハイセンスな感じはしますけどね。あるようでないですよ、世界中こんなね贅沢に土地を使ってアート作品を置くっていうのは。左の方もなんかハリーポッターとかに出てきそうなスーツケースっていうかカバンっていうかありますね。でも本当これは相当センスありますよね。電車旅としてね、こう旅を連想させながら、スーツケースもこの旅を連想させて、でこの電車の車輪をスーツケースの車輪にしてて、いやーすごいっすね、やっぱ本物のクリエイターは。いやなんかね、そこまで実はここ期待せずに来たんですけど、この空間なかなかいいっすね、本当に。これも何を連想させるのか。ほうきですかね、これね。掃除してんですかねまあどんな発想しようが自由なんでね、話をしながらすごいまったりとした空気感でこれは過ごすことできそうですね。まさに休暇っぽい過ごし方をね、何回見てもなんでそこでバナナやねんっていう感じはしますけどね、これだけクリエイティブなこう作品の中でただのバナナが乗ってるのが面白いです、このギャップ。でもこの辺の景色やっぱ緑が多くて美しいですね。奥の勢いのある新開発された都市とこの自然とのコントラストといいますかね。この路面電車を芝生にするっていうのはヨーロッパとかだとよくある光景みたいですね。それをこうインスピレーションを得て高尾でも落とし込んでるっていうことなんでしょうか。この線路沿いを皆さん散策楽しんでますね、地元の人たちが、観光客が。台湾の観光客の人がやっぱ多いですね、多分。政治也是过落，所以基本上真的继续发现。ケーキ頼んでみました。これがバスクチーズケーキでミルククレープですね。めっちゃうまそう。コーヒーはこだわりの豆でハンドドリップですね。エチオピアのやつを頼んでみました。いただきます。コーヒーうまいわ。台北旅行した時もね、こだわりのコーヒー屋さんがたくさんあって、すごいおすすめのところ行ったと思うんですけど、そこも美味しかったし、台湾結構美味しいコーヒー屋さん多いっすね。これが200元なんで2種が8、こだわりのコーヒー豆でハンドドリップでこのクオリティっていうのは日本じゃなかなかないと思いますね。めちゃくちゃうまい。ケーキもバスクチーズケーキ、うまい。この強調しすぎない、ちょっとすっきりとしながらもチーズの風味がちゃんとあるのがいいですね。表面が香ばしくて、いやいいじゃないですか。多分ね、ここも地元の人しかいないかなり穴場っすね、間違いなく。ガイドブックに載ってないでしょうし、本当にコーヒーのクオリティ高いんで、コーヒー大好きな人はここでほっと一息、休憩してるんですけどね、観光の、めっちゃ癒されますね。こんなにたくさん、豆の種類も、これに次のページもあるんで、ホンジュラスとかエチオピアとかペルーとかケニアとか、世界各国から取り揃えられた豆と、旅の休憩におすすめですね。夕方になってこれから夜市に行こうと思います。今目の前にあるのがこれビレー島駅っていうところ、地下にあるんですけど、そこから地下鉄で夜市に向かいます。ただここの高尾のエリアで一番有名な夜市は6号夜市っていうこの街中ですね。今正面に見えているこっち方面にあるんですけど、今回はそっちには行かず、地元の人たちがたくさんいる、そっちの方がなんか賑わってるらしいんですよね。瑞鳳夜市っていう方に行ってみたいと思います。あまり YouTube でもちゃんと取り上げてる人少ないんでね。中に入ってくると、でもこれ真ん中の方に行って天井を見上げると、綺麗ですね。
これがなんと世界最大級のステンドグラスアートですね。直径が約30メートルもあります。イタリアのアーティストがこの駅のために制作したとのことで、祈りをテーマとしたアートになってます。すごいですね。なんかこれだけ多彩なカラフルな色合いを使いつつも雑多な感じがないっていうかね、それぞれのスポットで統一感のある色合いになってるんですかね。この巨大なアート作品なんですけど、この地下鉄の中に入ってくるだけで無料で見学することが可能です。でちょっと今の時間はやってないんですけど、時間帯によってはここでライトショーが行われていて、おそらくこの館内が暗くなってこの地面のところにも光を照らしたライトショーが行われます。初日に行った高尾駅に続いて、ここの美麗島駅も一つの写真スポットになってます。この辺やっぱなんかアートにこだわってますね、台湾。でこの美麗島駅から123つ先のなんとかアリーナっていう駅に夜市があります。さあ地下鉄降りてすぐに到着です。これが瑞宝夜市。めっちゃ人多いですね。多分手前側にもこれ屋台並んでるんですけど、真ん中奥に入っていったところにもあると思います。さあ中入ってきたんですけど、これすごいっすね。本当に狭い路地に人がぎっしりと詰まった感じ。大人気ですね、ここの瑞宝夜市は。6号夜市よりも明らかに賑わってるっていう風に書いてました。後で時間あったらちょっと6号市もチラ見してみましょうかね。うわー、いい匂いが漂ってきてる。鶏肉かな。めっちゃいい匂いするんだけど、うまそう。これは臭豆腐の台湾っぽい匂いが漂ってきてますけど、すごいパエリアの大鍋みたいなめっちゃでっかい鍋にでチゲみたいないい香りがしますね。意外とうまいかも。なんかこれめっちゃ並んでるから絶対美味しいやつですね。麺料理食べてみようかな。はい、でこんな感じでメニューがあって、左上が店長推薦って書いてるんで、この海鮮焼きそばを頼みました。はい、大人気ですね。どれぐらい待っただろう。20分ぐらい多分かかったかな。これは期待ですね。焼きそばいただきます。うまいっすね。これはすっごいもう焼きたての香ばしい香りがあって、焼きそばの味付けはどちらかというとさっぱりとした味わいですね。個人的にはちょっとさっぱりした方が好きで、後味はすっきりしてるし、でチャーハンのこうグイッてやったらすごい米がパラパラになるじゃないですか。この焼きそばもべちょべちょっとした感じが全くないですね。うまい、お肉も海鮮もお肉もうまいですね。これ普通にジューシーでめっちゃクオリティ高い。やっぱ人気なだけありますね。これうまいっす、うまいっす。ドスコイさんにちょっと待ってもらったんですけどね食べてください。待って解除。おいしい。なるほどね。うまいっすか。うまいですね。もう香ばしさが。香ばしさすごいっすよ。香ばしさが。香ばしさっすよね。やっぱすごいのが。これレベルが違うわ。すごいな。べちょっとしてない。してない。美味しい。やっぱ並んでるところうまいっすね。さすが。いやー、焼きそばめっちゃうまかったですね。最近食べた焼きそばでもナンバーワンでしたわ。想像を超えてきた。ここのお店もうまそうですね。台湾の B 級グルメのかきオムレツとか小籠包もありますよ。これだ、かきオムレツめっちゃうまそう。めっちゃうまそうだから頼んじゃいました。美味しそうオムレツいただきます。でもなんか一応こんな感じで座ることができるテーブルもあるっていうのいいですね。ここの夜市によってはないと思うんで。わあ、これは牡蠣はどこだ。もう真ん中の方にあるのかな。すごい、ね、ここにもあるわ牡蠣。すごいね。うまそう。ね、牡蠣の旨味はもちろん感じられるんですけど、ちょっとこの甘みのあるとろみのあるあんかけのようなソースで
とろみプラス周りのサクサクの食感がいいですね。食感でも楽しめる。で濃厚な卵の旨味も一緒に広がります。まあ、間違いないんじゃないですかね。美味しいと思いますね。これも日本人が好みそうな味。結構あれですね、もう当たり尽くしですね。今焼きそばとこのかきオムレツ間違いない。この辺のソーセージも美味しいんですよね。台湾こんなぶっとい肉厚ジューシーな、これエビ生春巻きか。いや、やっぱ結構広いですね。さっきの屋台街が4レーンぐらいあって、その奥の方にはこんな感じでもう所狭しとアーケードゲームを楽しめるエリアが広がってます。さあまだまだ行きますよ。次はここのお店なんて読むかちょっとわからないんですけど、こんな感じで美味しそうなおこわがあるんで、これをいただきます。おお、これはツヤツヤで美味しそうですね。鶏肉や豆、出汁が染み込んでるのかな、このご飯に。うまい。お米がすごいもっちもちで、そのもちもちの食感の中にこうちょっと多分ガーリックがほんのり入ってる感じですね。ガーリックとこう塩味がする。でそんな中にもこの中に入ってるきのことか、豆って言いましたけどしいたけですね。きのこ類でちょっとさっぱりとした風味もあって、鶏肉なんでね、これも、スイッと食べれちゃいそう。これは美味しいおこわですね。なんか日本の料理みたい。日本の料理みたいですね。本当におこわですね。すごいな。なんか以前温泉地で地熱で蒸したおこわとか食べましたけど、それみたいな感じですね。うまいですね。食べやすい。よかった。これ当たりでした。これも台湾でよくあるやつですね。台北の夜市行った時に食べたんですけど、普通に美味しいんですよね。これサクッと食感とジューシーな甘みで。さあそして甘いものを最後にいただきたいんですけど、この右手にあるお店ですね。なんとか牛乳大王、パパイヤミルクの名店らしいです。パパイヤミルクエンドパパイヤナイス。はい、パパイヤジュースいただきます。濃厚な甘みもあって、パパイヤのフルーツらしいさっぱりさ両方味わえて、食後にさっぱりですね。日本じゃなかなかパパイヤ飲めないんでね、うまい。で欲張って夜市の近くに台湾スイーツ食べれるお店があったんで来てみました。メニューをちょっと見てみましょうかね。なんかすごいかき氷もあるんですね。トーファーを食べようかなって思ったんですけど、ちょっとこれ何？いちごのアイスとマンゴーか。うまそうやな。でパイナップル乗ってて、トマトの砂糖漬けってすごいね。これ面白い。トマトをスイーツに使ってるの初めて見ましたね。そして青リンゴかき氷。これにする。珍しいですね。めっちゃ美味しそうだ。めっちゃ珍しい。すごい。ウーロンのスノーアイスとかもあるし、これね、タイのクマですね。お昼から見てるクマがたくさん。今季節限定いちごが。めっちゃいいやん。トーファ食べに来たけどね。どれでしょう。どうでしょう。次のページ見たらありましたね。あったかいトーファー。今ちょっと肌寒くなってきたから、これうまそうだな。やっぱトーファー、いやうまそうですね。あったかいトーファー、そして青りんごかき氷。こんなん人生で食べたことないですよ。奥にある謎のつぶつぶ、なんかイクラみたいですね。イクラにしたらでかすぎるわ。これ何なんだ。さあこのトーファー食べるの楽しみにしてたんですよ。僕好きなんですよね。日本じゃあんま食べない。うまいっすね。これ嫌いな人いるんですかね。程よい甘みがいいですよね。甘すぎない感じ。この豆乳の大豆の旨味と、で周りがね、これ小豆ベースのスープになってるんで、小豆で甘みを加える。なんかこう美味しいスイーツなのに食べた後に罪悪感が全くないっていうね、パーフェクトじゃないですかこれは。で台北じゃなかなかこのあったか豆腐は食べないんでね、ちょっと寒いからこそうまいですね。そして青りんごかき氷。やっぱこの氷はシャリシャリですね。お昼と同じく。
これはめっちゃ青りんごですね。青りんごのシャーベットアイスって感じですね。これだけシャリシャリだったら。さあそしてイクラをいただきます。食感はプチッとイクラなんですけど、でも甘いっす。なんだろうなこれ、メロンのような濃厚な甘みがプチュッて広がっていきますね。プチュッと食感とこのシャリッとかき氷の食感を一緒に楽しむっていうことか。いや贅沢っすね。これスイーツ好きな人は好きだと思いますよ。見栄えもいいし、女子の皆さんも来てください。僕らみたいな男2人でも楽しめる場所なんで、男の皆さんも安心してください。はい、でホテルがある方に戻ってきたんですけど、ここが六郷夜市という日本人にとっても一番有名な夜市になりますね。観光客が多いのはこっちです。さっきは結構狭い路地に店が敷き詰め合ってたんですけど、ここは少し広めのところにたくさんの屋台がこんな感じで連なってる。雰囲気違いますよね。観光客にとってアクセスがいいのはこっちであるとは思うんですけど、にぎわい具合とか人の数はやっぱりさっきの瑞宝夜市の方が確かにありますね。こっちの夜市も十分たくさんの出店が並んでいて美味しそうなものもあるんですけどね。夜市好きな人ははしごしてもいいですし、雰囲気好きな方選んで皆さんもぜひ来てみてください。はい、翌朝になって朝ごはんを食べに来ました。で、このお店ですね、ホテルの朝食でもいいんですけど、せっかく台湾に来たので台湾らしいものを動画でも見せたいなと思ってやってきました。ローカルな雰囲気出てますね。でも人がたくさんいて人気店です。こんな感じでパンもたくさん手前側に並んでるんですけど、仙豆醤っていう有名なやつを食べに来たんだが、奥で注文してもらうのかな。うわー、焼きたての肉まんがめっちゃ美味しそう。朝ちょっと寒いからこのあったかい肉まん食べたいかも。4つぐらい種類がありますね。普通の肉まんとこの一番右は野菜って書いてるから野菜入ってるのかな。はい、で選んだのがこれが出来たての肉まんですね。もう湯気が立っててめっちゃうまそう。でこれが揚げパンみたいなやつで、豆乳とかにつけて食べても美味しいんじゃなかったっけ。これが有名な台湾の定番の定食、仙豆醤ってやつですね。豆乳、豆腐と中にエビとかニラ、ネギとかがお野菜ですね入ってて、体にも良さそう。うまそう。肉まんいただきます。いやさすが肉まんうまいですね。めっちゃこれ大きくてふわふわで、中にもお肉たっぷり入っててジューシーですね。肉汁あふれてきます。うまい、間違いないです。みんな好きだと思いますこれは。さあ次はこの仙豆醤いただきます。美味しいですね。やっぱ朝にぴったりのだいぶ薄味な感じ。豆腐がベースになってるんで、あったかい豆乳に酢や醤油ベースで作られた塩味のあるスープですね。で中に干しエビとかネギとか、ちょっとした野菜が入ってて少しだけ香ばしさもありますね。台北で食べたのよりもちょっとでもこれ辛みが強めですね。色でわかると思いますけど、別に辛すぎることはないんですけどね。いや個人的には好きですね。これほんとさっぱりしてて体に良さそう。本当に朝食としていいよこれは。豆腐だから。でこの揚げパンみたいなやつも定番ですよね台湾で。仙豆醤につけていただきましょうか。もうちょっと液体が強かった記憶があるんだけどな、台北で食べた仙豆醤は。結構これがっつり豆腐っすね。なんかうまいですね。うまい。ちょっとドーナツっぽい感じです。ドーナツだけど甘すぎず、ちょっとスパイスもこれで効いてるし、美味しい。はい、で豆乳も美味しいんで頼みました。ただホットソイミルクって言ったんですけどね、完全にコールドが出てきちゃいました。僕の英語が通じなかったみたいです。隣の席の人は美味しそうなあったかい豆乳飲んでます。でこれだけ頼んで多分300円前後ぐらいだと思いますね。激安です。やっぱ庶民的なお店だとかなり朝食もお手頃価格で食べられますね。はい、
って高雄のホテルをチェックアウトして、これから今日は台南に向かって台南の観光をします。高雄から台南は高雄の新幹線駅が市街地から離れたところにあるんで、普通の在来線の急行とか特急で向かった方が多分効率がいいと思います。ここの中入っていくとチケット売り場分かりやすくありますね。窓口で台南に行きたいって言ったら、この一番近い時間帯のチケットを用意してくれました。改札上の電光掲示板もめっちゃ分かりやすいですね。右上の10時5分に乗っていきます。時計セイコーが使われてますね、日本製の。これ改札は完全にこれよく日本で見るやつの形と一緒じゃないですか。全く一緒ですね。絶対日本が作ったやつだ。この手前側に停止線がある感じとか日本っぽいですね。これも台南駅到着です。ちょっとレトロ感あふれるボードになってますけどね。この台南駅はまさに日本が作った、今までなんか通ってきた駅もね、完全に日本みたいな駅のホームでしたけどね。結構昔に作られた感出てますね。でもね、駅舎は古いですね。で、右端のホームから出てきて、やっぱりこれ台南は高雄と雰囲気が全然違いますね。より台南の方が日本統治時代の影響が色濃く残っています。良くも悪くもちょっとこう古い建物というかね、この駅舎に関しても高尾は完全にこうアーティスティックな新しい建物に変わってましたけど、この辺の駅の前の広場もこの地面のタイルっていうんですか、これ日本でしか見ない形ですよね。完全に日本人が作ったものっていうのが見たらすぐに分かります。で、さっき外観は改修工事中だったんで、レトロな感じから変わるんですね。中はレトロ感残したままっていう風に見えますけど、これを見るとちょっと西洋風の、東京駅に近いような形になるんですかね。外観はこんな感じに生まれ変わるんですね。台湾ももう日本を卒業していくってことですかね。喜ばしいことと言えばいいですかね、これは。日本人としては寂しい。日本人としてはちょっと寂しいけど、なんかこう我が子が育っていくかのような独り立ちは嬉しいことですから、日本も負けていてはダメですよ。オワコンとか言ってる場合じゃないです。皆さん頑張りましょう。ちなみに駅前の雰囲気はこんな感じです。高雄と同じく大都会ですね。高雄市が人口がだいたい270万人ぐらいで、台南は190万人ぐらいっていうことなんで、両方とも100万人を超える巨大都市なんですね。日本でも150万人以上いる人口の都市って限られてるんで、いかに大都会かが分かると思います。ただここ台南は高雄と違うところは昔の首都というところで、歴史的な遺産がたくさん残っている都市で、これから観光も楽しみです。到着して台南駅から徒歩で15分ぐらいでしたね。このケンブリッジホテルっていうところに今日は一泊します。荷物預けて、ここの近くに有名な観光地関観楼というところがすぐ近くにあるんで歩いていきます。やってきましたけど、あれこれなんか見る限り改修工事中じゃないかな。駅と同じようにこっちに書いてますけど、一番手前側にあるやつこれになるのかな。改修工事、これもなんか改修、これも改修工事で、一番上のもほとんど工事中じゃんこれ。いやまさかのでももうしょうがないですね。せっかく来たんだから入園料は払う必要があるみたいなんで、そんなに高いわけじゃないんでね、入りましょうか。はい、中入ってきたんですけど、これですとか言っても全然伝わらないですね。この状態だったら。一応インフォメーションブックがあるんで、本当だったらここにこんな感じで立ってるはずなんですよ。これが一体何かっていうと、ここの台南は最初はオランダ人によって開拓されたというところで、そのオランダ人が作った建物の中でも最古の建物というところで、ここが有名な観光スポット、歴史的な遺産建物になっているというところです。綺麗な池があるんですけど、この鯉の量すごいですね。これだけの面積に敷き詰められた鯉ってなかなか見ない光景ですけどね。あっちの水が流れてきているところに大量にいますね。
こんな綺麗なお庭の風景も見ることができますね。こっちの右端の方まで。これこの建物のこの下のところ改修工事中でみんなこっちに追いやられたんだな。だから狭苦しく過ごしてんだ。でこの後ろの方まで歩いてきたらよかった。それっぽい建物が見れましたね。オランダが植民地支配していた時代に作られたっていうところなんですけど、結構でもこれ中国っぽい建物でもありますよね。なんでオランダ時代のレンガ造りの基礎に中国伝統の屋根瓦であったり赤い柱が加えられた西洋と中国の融合の建物ですね。上に上がってくるとこは確かに目の前立派なレンガ造りですね。これが基礎になってます。中に入ってくると模型があるんですけど、これがオランダ統治時代に作られていた建物ですね。今と全然違いますね。この建物は地震とか老朽化で何度も崩壊してしまったそうで、外でさっき見せていた建物が日本統治時代に修復されてできたものです。なんでこの建物も日本が作った建物っていうことになるんですかね。さっき見せたやつが全く別物ですね。やっぱオランダっぽくないなっていうふうに思ったんですよね。この建物明らかに東アジアの建物っていう雰囲気でしたよね。さあそして上に登ってきて、展望台からは昔は港の見張りもしていたっていうふうに書いてたんでね、もしかしたら景色がいいのかもしれません。どうなんでしょうか。こっちは緑に覆われてますね。さすがに海は見えてませんね。もう近代になってこんなに高いビルがたくさん立ち並ぶようになっちゃったんで、このお城よりも高い建物が周りにあって邪魔してますね、視界を。もしかしたらこっちの左の建物の上からだったらもうちょっと見晴らしがいいのかもしれないですけどね。これはこれで人類の進化を喜ぶというところですかね。この辺はまさに遺跡してますね。そうすごいさんしてますね。オランダしてる。こんなものがありましたね。亀さんの上にこの大きな石碑が載ってますけど、これは中国の文化では亀は長寿と幸運の象徴ということでそれを表してるんですね。後ろの木も根っこがすごい形で張り巡らされていて、あれもまるで長寿を象徴するかのような風景です。でまた歩いて次のスポットに向かってるんですけど、日本の米田コーヒーありますね。100ビタコーヒーって書いてますね。これねコメドって言うんですか。コメダクメド、あれはそう読みますね。そう読むための漢字なんですね。あれはね。クメドカフェ。じゃあ一応伝わりそうですね。ギリギリコメダって言ってもね無理かな。知ってるんじゃないかな、コメダってコメドっていうらしいです。目的の百貨店が見えてきましたよ、右手に。よかった、こっちは改修工事中じゃなかった。これが林百貨という有名な百貨店ですね。レトロな外観が印象的なんですけど、日本統治時代の林さん、林さんという方が創業者なんで林百貨という名前になってます。ただこの百貨店は日本の敗戦とともに一旦廃業して、戦後は国民党の事務所として使用されてました。で1980年代以降は1回廃墟になってしまったんですね。その後2014年、本当に近年に台湾政府と地元企業の協力で約2年かけて修復されて、また立派な商業施設として蘇っています。そういう歴史的な背景からも人気スポットの一つとなってます。デパートの向かい側にある建物もレトロ感あふれるちょっと西洋の雰囲気が出ています。立派な銀行ですね。こういったノスタルジックな建物が台南の街中ではたくさん見ることができます。1階には美味しそうなお菓子がたくさん並んでいますね。やっぱり台湾といったらこのパイナップルケーキじゃないですか。これが人気ナンバー2なんです。この林百貨店限定っていう風に書いてるんで、ここでしか買えないお菓子があるわけですね。ここには日本の和菓子どら焼きも置いてくれてます。中国本土でも見たんでどら焼きはこっちで人気あるんでしょうね。この真ん中にすごい存在感を放って立派に日立の昔の昭和ながらのテレビが置かれてますね。そして
ここにあるのが台湾で一番最初にできたエレベーターですね。日本人が作ったエレベーターというところで当時はかなり話題になったみたいで、たくさんの台湾の人たちが物珍しさに押し寄せたみたいです。でもこれ今見ても本当にラグジュアリー感あふれていて、とっても立派なエレベーターですよね。タイルが立派ですね。結構狭いね。すごいラグジュアリー感ありましたけど、確かに中はすごいコンパクトで今の割には狭いですね。2階にやってくるとコスメグッズとかがたくさん販売されていて、これはショッピング普通に楽しめそうですね。ただの歴史ある建物じゃなくて結構可愛らしいものがたくさん置かれてますよ。分かりやすく台湾の地図を記してくれてますね。日本人が誰もが知ってる台北が一番上にあるわけなんですけど、僕の動画ではこの全然再生がちょっと撮れてないんで皆さん見てほしいんですけど、こっちの東側も自然いっぱいで本当に楽しい場所ですから、台東カレンとあります。で台中もね星のやで行きましたね。それもぜひ見てみてください。そして今回は台南と高雄に来てるわけですけど、これで一応もう台湾をぐるっと一周ビデオ出来上がったんじゃないですかね、僕のチャンネルで。でこれ入り口にもありましたけど、これが林百貨店のロゴマークになってるんですね。確かによく見ると、漢字の林になってます。もし林さん日本にたくさんいると思うんで、林さんは欲しくなるんですか、こういうのをね。ならんか恥ずかしいか。僕が例えばねここに「小屋」って書いてたら欲しいかって言われたらグッズ販売ですねYouTube で。この階段のレトロ感もすごいですね。逆に日本でこれだけノスタルジックな雰囲気でちゃんと百貨店として営業されてるとこってないんじゃないですかね。そういう意味では本当に珍しい体験ですよ。で屋上に今来たんですけど、ここがダイニングレストランがあります。コーヒー屋さん、左手にもレストラン見えてます。で一番上の屋上に出てくると開放的なオープンテラスみたいになってます。で下には林のロゴが描かれた椅子、なんか饅頭みたいなのがありますね。こっち左手見ると、こんな饅頭があるみたいです。で右手にはレトロなポストもありますし、さあここから海は望めるのか。いやさすがにちょっと厳しいですね。まだまだたくさん高層ビルが奥の方に立ってます。でさっき見ていた左下銀行もここから見るととっても美しく見えますね。いや立派な柱ですね。でもやっぱあれは。でここに奥の方壁見て分かる通りなんか銃弾の跡があると思うんですよ。傷跡というか、上を見てみるとちょっと破壊された跡が見えにくいですけどね、見えてるかと思います。これが第二次世界大戦の時に米軍の空襲を受けた傷跡ですね。この辺の市街地の一部も第二次世界大戦の時に大打撃を受けたみたいです。日本だと原爆ドームとかがインパクトが抜群なんですけど、意外とこういうちっちゃく残されたものっていうのは日本で見ることができなかったりするんじゃないですかね。でちょっと甘いもの食べたくなったんで、ここにある台湾スイーツ食べてみましょうかね。さあピーナッツ豆腐は今回の旅で食べてないですね。同じ YouTuber のマイバルトラベルさんが食べててめっちゃ美味しそうだなと思ったんで僕もいただきます。今ちょっと目の前にすごいかき氷来たんですけどね、後で映します。これうまい。冷たい豆腐で今お昼になったら結構暑くなったんで冷たいもの食べたかったから最高ですね。この氷のシャキシャキとピーナッツのサクサクと豆腐のトロトロと、優しい味わいでほんのり甘みが広がっていく感じがたまんないですね。やっぱピーナッツ入ると香ばしくなるからいいですね。サクサクの食感もそうだし。で今どすこいさんがこれ頼んだのはこの巨大なパイナップルのかき氷ですね。テンション上がってね、そんなインスタ映えとか興味ないのにこんな感じで写真撮ってますからねうまそうですね。うまそう。美味しいね。パイナップルジャムがうわめっちゃ合うわ。パイナップルジャム濃厚な感じですね。しかもその果肉がちょっと入ってる感じで甘くて酸味もちょっとある。あって贅沢な贅沢ですね。
台湾本気出してきた、めっちゃ上着と後ろの黄色い椅子とそのパイナップルが中央にいい感じにシンクロしてますどっちがパイナップルかき氷かわからないデパートを後にしてこれから昼食食べに行きます。デザート食べたばっかだけどね。注文しました。これが有名な担々麺ですね。もう匂いからうまみが伝わってきます。そしてせっかくなんでサイドメニューはこれがかき揚げ、かきフライですね。台南産の牡蠣らしいです。あとはこれちょっと名前忘れましたけど、はい、青菜みたいなやつも頼んでみました。うまいですね。ニンニクが上に乗ってたんでそれを溶かして食べるんでガーリックの風味が漂ってきて、二郎系よりもちょっとさっぱりしたような感じですかね。パクチーも入ってるんでよりすっきりとした風味、ネギとかもやしとかも乗ってるんで、はい、二郎系さっぱり麺って感じですね。これは結構ね、これ器が小ぶりなんで他のサイドメニューも絶対頼まないとお腹いっぱいにはならないですね。でもいろんな味わい楽しめるから、はい、これぐらいの小ぶりでも全然いいです。価格も結構リーズナブルだし、逆に二郎系が重たくて食べれないという人はいいと思いますしね。これもやっぱね、台湾の人たちもしかしたら日本人が二郎にはまるようにちょっと癖になってるのかもしれないですね。で牡蠣です。塩かな、塩につけて山椒が喉に入って詰まりました。美味しいですね。牡蠣は小ぶりですけど衣サクサクで、これも癖になる味わいで、ビールが欲しいな。これはこれは最高。カキフライとビール、嫌いな人いないですね。でこのガーリックの風味のある麺もこれビールと合いますよ。昼から贅沢すぎる。はい、で近くの気になるカフェに行こうと思ったんですけど、カフェの近くに観光地がなんかあったんで来てみたんですよね。孔子廟っていう台湾で一番最初に建てられた学校があるらしいんですけど、右手見るとこれ子供たちがたくさんいるけど、昔建てられてずっと今も使われてるってことかな。これ建物めっちゃ新しいですよね。これそうですよね。都会の学校って感じねえ、これがそうだとしたらすごいけどな。台湾で最初にできた学校が今なおこんなに賑わってるっていう。と思ったら反対側見たらこっちにそれっぽい観光地っぽいもんがありましたね。さすがにあれじゃないよなって思ってね、はい、昔ながらの建物が目の前にあります。この門をくぐった先に孔子楼という建物があるみたいです。この中に入ってくると綺麗な公園みたいですね。雰囲気がいいです。空気がなんか一気に綺麗になって吸う空気が美味しくなりましたね。さっきまでなんかこの辺美大生みたいな人たちがスケッチ描いて、楽しんでましたね。で左手に見えてるこの建物かな。なんかでも学校っぽくないですね。でもね、台湾で最初にできた学校なんですね。中入れるみたいだから入ってみようかな。中に入ってくると立派な建物がありますね。ここが孔子廟という建物ということで、孔子っていうのが有名ですけどね、意外と聞いたら皆さん知らないっていう人も、説明できないっていう人も多いんじゃないですか。孔子さんは中国の人で、礼儀や正しい生き方を大事にしていた人で、たくさんの人たちに道徳や政治のことを教えた人です。で彼の教えが儒教ですね。これが有名ですよね。儒教という考え方になって、今でもアジア各国、日本を含め大事にされている考えを作ったということですね。儒教というのは目上の人を大事にしたり友達を思いやるといった、つまりは学校や家庭でのルールに影響を与えた考えですね。でその孔子を祀っているお寺であり学校もあるというところで、この真ん中にあるのが廟と呼ばれるお寺ですね。孔子を祀っている場所で、真ん中に行けば祀る場所があります。そして周りにある建物が多分学校になるのかな。はい、この建物が台湾で最も古い学校ということになります。なんか
竜がすごいですね。あれすごいですよね。一番上のところにある竜の形が本当に存在感抜群ですね。まあでも中国の文化で、ね、竜が特別な存在っていうところで至る所に建築物の中で見られますね。力とか権力とか幸運とかそういうものの象徴とされてるみたいですね、中華圏で。でここは学校ということでね、昔の子どもたちはあの屋根の竜を指さして勉強をサボったらあの竜に怒られるぞっていうふうに言ってたらしいですよ。でさっき講師の話しましたけどね、講師のすごいエピソードとしては本当にもう勉強が好きすぎたようで、子どもの頃にお小遣いをもらったらそれ自分のおやつ代でもらったはずなのに、そのお金を全て読書するための本に使っていたみたいですね。まるで僕らの YouTube の活動と同じですね。僕らももう YouTube が好きすぎてもうご飯食べるのめんどくさい、ご飯食べるの忘れるぐらいに編集してますからね。それは好きすぎてなのか忙しすぎてなのかちょっと分かんないですけどね、忙しすぎるんです。ね、生きるために頑張って。生きるために頑張ってます。でこの門くぐって外に出てきてみると、目の前にも真ん中これ石の門があるんですけど、もともとはここが正門だったらしいですね。今もう道路を挟んで完全に近代的な雰囲気になってますけど、でここの奥の方もちょっとしたお店が立ち並ぶ通りになってるのかな。さあそしてさっきの孔子廟から歩いてすぐのお目当てのカフェにやってきました。こっち左手ですね。このナロードアコーヒーっていうやつですね。あれカフェっぽいところが全然ないぞっていうふうに思うと思うんですけど、どすこいさん分かりますか、どこにあるか。この本がいたんですか。違います。ナロードアなんでこの中にあるみたい。びっくりですね。びっくりですね。だってこれ太った人だったら多分入れないですよ。入れないですよね。荷物重さ無理ですよね。縦方向で入れない人いると思うんですけどね。俺荷物これ横幅大丈夫かな、入れるかな、ちょっと入ってみます。いける？ガチャってはまる可能性がありますね。これギリギリいけました。すごいな。地震の時どうするの？いやーこの体験は初めてですね。面白い。さあどすこいさん入れますか、まっすぐで。あめっちゃギリギリやん。じゃあまあ入る。これ本当体格いい人無理っすね。面白いですね。まあ、入るとちょっと幅が広くなりますね。そうですね。最初だけですね。しかも中に入ってきてもこの階段もちょっとナローですね。横幅が狭くて、この向かい側から人が来たら交差するのが大変そうですね。そして着きました。ここだ。あ、コーヒーのいい香りがする。わあ、中めっちゃおしゃれだ。これ入り口の部分でこっち入っていくと、あ、雰囲気めっちゃいいっすね。ここのカフェもレトロ感あふれる雰囲気で、カラーリングも可愛い感じですね。右手まで席が続いてます。あ、これ窓際の席に座ったらここからさっき見ていた孔子廟のエリアがちらりと見えますね。いやー、今の時期はこのオープンエアだとすごい心地よい風が中に入ってきてめっちゃ気持ちいい。でこれがメニュー表で、今回僕はコーヒー好きなんでこの一番上にあるエステートコーヒーってやつを頼んでみました。で右手にはお茶もあって、チベットバター茶っていう、ね、面白いやつどすこいさんは頼んでます。で次にデザートですね。デザートもトーストとかアップルパイ、クロワッサン、バターパイもバター尽くしでいくみたいです、どすこいさんは。僕はこの自家製の限定のチーズケーキ注文しました。はい、で今品が来るまで待ってるんですけど、このメニュー表に狭い門のこと書いてましたね。あれには意味があったみたいです。なんか聖書の言葉で、狭い門から入りなさい、滅びに通ずる門は広く、しかし命に通ずる門はなんと狭く、その道も細いことか、それを見出す者は少ないという言葉があるみたいなんですけど、まあね、もうしっかり考えればだいぶ深い言葉になるんでしょうけど、おそらくは誰もが行くような楽な道を選ぶよりもね、一見狭い門に感じるかもしれないですけど、そっちに光があるんじゃないかみたいなことを言いたいですかね。ちょっと分かんないですけどね。まあね、ただ土地がここにしかないから、ここにしか作れなかったって可能性はなくはないとは思うんですけど、それどうであろうがね、もしそうだとしても、一見あんな狭いところにカフェ作ろうなんて絶対に思わないと思うんですけどね。それをこんな素敵なストーリーと結びつけてお客さんを満足させようとする工夫があるっていうのはね、素晴らしいことなんじゃないですか。
最終的にはお客さんが狭い門をくぐって幸せになってほしいっていう願いが込められています、はい、ぜひ皆さんも来てください。どすこいさんはもうちょっと太ったら来れなくなるかもしれないっていうふうに言ってたんで、そこはちゃんと自己節制した人に、やっぱり幸福は訪れるというところだと思うんで、頑張りましょう、はい、でどすこいさんが頼んだこれがバターパイですね。美味しそうですね。生クリームたっぷりじゃないですか。上手そう。さあコーヒーどうでしょう。コーヒーも美味しいですね。風味がしっかり出てます。酸味がほんのりで、甘い香りが漂ってきて飲みやすいコーヒー、そして自家製の個数限定のチーズケーキ。濃厚チーズでうまい。普通に美味しいチーズケーキ。いやでもカフェの雰囲気がめちゃくちゃいいですね。本当に心地よい風と外見れば緑の景色が広がっていて、このレトロな空間、そしてジャズミュージックの BGM の選曲もね落ち着きますね。どすこいさんもめっちゃ落ち着いてて、台南次ここ来たらねここでゆっくり編集したいって言ってました、入る時の冒険心くすぐられる感じとかね、面白さ含めておすすめですね。でもこの辺アートミュージアムとか左手見るとまた西洋風の建築が並んでますね。さっきの左手このエリアが孔子廟なんですけど、やっぱり最初オランダが植民地支配したっていうところで、そういう西洋文化がここの台南には色濃く残ってるんですね。日本文化はもちろん、日本でいう長崎とかね、その辺の空気感も感じます。左には西洋建築で、右にはちょっとこう発展途上国っぽい東南アジアっぽいこのバイクがたくさん走ってる感じと、奥に見えてる建物はちょっと昭和の日本のような雰囲気が漂ってませんか。街の中になんか本当いろんな文化を感じられて面白いですね、街歩きが。はい、でもうすぐ日が暮れるんですけど、次にやってきたのがここが新農街という場所で、台湾の昔の街並みがそのまま残っている通りですね。200年以上前に作られた街ということで、でもなんかこんな感じの通り結構中国にあるんですよね。中国にね、よくある観光地にこういう観光地ばっかりというか、そうなんだ。だからその昔の街並みっぽくしてってことですね。本当に昔の街並みもあるんです。古い街並みを再現してですね。ここは再現じゃなくて実際に本当に古い街並みみたいですね。こうやってランタンが結構ちゃんと灯されてるんで、雰囲気いい写真とか撮れそうですし、で今左右そんなにこう空いてる感じがないですけど、週末にお店がオープンするみたいですね。今日一応平日なんでまだそんなに空いてないっていうことで、土日とかもっともっとにぎわいを見せると思いますけど、でもそれなりにこれ見る限り真ん中いますね。結構人がいる。観光客の人、女の人もこう映え写真を撮ってます。なんかおしゃれな雑貨屋さんとかも、右手見るとありますね。昔はここに商人たちがたくさん集まって、もっともっと賑やかな市場やお店の通りとして有名だったようです。規模自体はそこまで大きくはないですね。ここの一直線ストレートずっと続いたところ100メートルぐらいかなにお店が連なっている感じ。いろいろ屋台並んでますけど、ここのニニって書いてるところに日本の今川焼きみたいな美味しそうなスイーツがあるんで、これ食べてみようかな。あら、かわいい。なんかあれミニボンビーみたいなミニボンビーいただきます。普通にうまいですね。これめっちゃ焼きたてだから、外が香ばしくてちょっと固めになってて、中がめっちゃトロトロ。これ黒糖餅頼んだんですけど、もちもち食感もあって黒糖のうまみもあるし、ちょっとカスタード入ってますよね。これね、僕らが買い出したらね、皆さん並び出したんですよ僕らのおかげですね。これね、そんなことはないと思いますね。普通に人気店です。
はい、そして今日の夕ご飯はこのお店でいただこうと思います。台南の中でも台南料理をいただくことができる結構有名なお店みたいですね。楽しみです。はい、で中に入ってメニュー表を開いてみるとコース料理がありますね。でここの名物はこのカニオコアってやつみたいなんで、このカニオコア付きのコース、こっちを頼んでみようか。2000元なんで2時が8000円ぐらいか。いい値段するけど、せっかくなんでね、皆さんにたくさんのこれ物をお届けしましょう。単品で注文することもできますね。これがカニオコアになってます。あとは本当いろんな台南らしいお料理がこんな感じで並んでますね。前菜がこのページにあって、次のページに名物料理、シグネチャーディッシーズとか気になりますね。こっち側には炒め料理もずらっと並んでて、この辺主催のチャーハンとかからすみ入りチャーハン、エビチャーハン、美味しそうですね全部。はい、最初前菜が出てきました。天然からすみ盛り合わせって書いてますね。からすみはこの一番奥にあるやつ、台南の名物と言うべきですかね。手前がこれがイカみたいです。はい、じゃあ旅の後半乾杯。さあ前菜、このなんかお肉みたいなやつが気になりますね。肉厚でこのなんかちょっととろみのあるのにつけて、うまいですね。これうまいですね。なんか中が肉まんの中に入ってる肉ミンチの詰め合わせみたいなで、周りがこれ多分揚げられてるんで、ちょっとサクッとした香ばしい、表面ですね。結構肉厚ジューシーでうまいですね。うまい。で次に来たのはカニとシーフードのスープ。絶対美味しいやつじゃんこれ。たっぷり海鮮が中に入ってます。いやこれ期待ですね。美味しい中華ですねこれは。あんかけのようなとろみと風味の中に生姜がちょっと効いてて、その生姜がいいアクセントになってて、ちょっとだけパクチーが乗ってるんで、後味もすっきりした風味になって、で豪華に海鮮がエビも入ってるし、カニがね大きい身が中に入ってたんで、多分カニを売りにしてるお店だけあってね美味しいですね。そしてここの名物です。カニオコアがやってきました。これを食べに来ましたからね。うまいっすね。なかなかおこわでめっちゃ美味しいっていうことが今までなかったと思うんですけど、そうですよね。うまいな。これ今まで食べたおこわの中で一番美味しい。間違いない。今まで食べたおこわの中で一番、美味しいですね。ちゃんとおこわの中にカニの風味がね染み込んでますね。これはやばいわ。おこわに感動する気がするから。このカニ味噌とかも一緒につけて、カニ味噌をつけるとより濃厚な旨味が広がりますね。ビールが進む。最高。これは最高だ。次がこれがタウナギ炒めって書いてますね。タウナギっていうのはなんかうなぎみたいな、うなぎの一種、同じような品種らしいです。新食感ですねこれ。これはすごい。なんかね鶏のせせりのようなちょっと弾力のある食感なんですよ。うなぎはもうちょっと柔らかいですね。でお魚の風味がめっちゃするっていうよりは、それこそちょっと鶏肉っぽい感じがする。うなぎの風味もちょっとするけど、でもその淡白な鶏肉っぽい、風味もするような感じがしますね。で香ばしいですね。味そう、とにかく味香ばしい。これはちょっと見た目得体が知れなさが怖さありましたけど、ソースがやばいです。ソースがねほんのり甘さと酸味とスパイス、全てが絶妙な加減で効いてますね。なんかねカニにめっちゃテンション上がってましたけど、まさかのこっちも美味しかったっていう。この店レベル高いのすごい。高い。高級ホテルのレベルの料理。初めて食べましたけど美味しかったですね。タウナギ。であとは点心とデザートがありますが、
なんだこれは。よくわからんキャラクター、可愛らしい盛り付けですね。あとデザートは台湾らしいスイーツ出てきましたね。お芋とか小豆がたっぷり入ってます。おお、中にカスタードがぎっしり入ってる。甘くて美味しいデザートですね。台湾スイーツ、いやしっかり冷たくて、このもちもち食感と小豆の上品な甘みが、これも外れなし。日本人みんな好きな味ですね。台南に来たらやっぱりこう夜市ももちろん楽しいし、美味しいもの昨日見せた通りねありましたし、 B 級グルメも明日は朝と昼食べると思うんで、そういうグルメももちろん美味しいんですけど、意外とねちょっと奮発していいもの食べようっていうレストランの情報がなんか探してもあんまりなかったんですよね。意外とで、ここは一応有名店なんで来てみたんですけど、やっぱ有名なだけあって美味しいですね。このカニのおこわとタウナギ、この2つが美味しかったですね。人生初めての味でした。ぜひちょっと奮発して美味しいの食べたいなっていう人におすすめです。はい、ご飯食べて今日泊まるケンブリッジホテルチェックインしました。水回りはトイレきれい、洗面台、そして外国なのにバスタブがちゃんとついてますね。深いバスタブで、お部屋もこれだけ広々としていて、今回は確かこれで1万円以下で泊まることができたんでコスパいいですね。街中にあるんで観光地も歩いていけて、明日も観光楽しみましょう。おやすみなさい。はい、翌朝高尾台南旅行の最終日です。泊まっていたケンブリッジホテル、日本語も通じるスタッフさんでめっちゃ快適でしたね。じゃあこれから朝食行きます。さあ、朝ごはんでやってきたのはここのお店です。サバヒーっていうサバのスープかな。この台南の名物ですね。楽しみ。こんな感じで自分でメニュー表に書き込むスタイルで、この魚の皮のおかゆですね。サバのおかゆと、これが焼きサバみたいなんで頼んでみます。店内の上にこんな感じで写真付きであるので、これが分かりやすいですね。さすが人気店、大繁盛ですね。朝の4時からやってて、ただ閉まるのが昼の2時って早いので、朝か昼にここは来る必要があります。来ました。サバヒー、サバのスープですね。で今回おかゆなんで中にお米も入ってると思います。すごいたくさんのサバの皮があって、こっちが完全に焼きサバですね。これもうまそう。いやー楽しみだな。これはいい匂いがしますよ、スープから。あ、うまっ。いやーうまいっすねあるようでないですね、日本にね。サバって日本でめっちゃ食べられてるのに美味しいじゃないですか、ジューシーで。そうですね、それの出汁をしっかりこう染み込んだスープで、全然生臭さもないし、魚の旨味が凝縮されたスープですね。後味はすごいさっぱりしてる。いや、おかゆこれは美味しいなサバで栄養価たっぷりでね、お米ということでもう朝食にぴったり。これでも毎日サバ食べてたら健康になりそう美味しく健康になりそう。うまい。これ日本進出してもいいですね。これ人生で一番美味しいおかゆかもしれないね、皮も台南は台湾の中でも美食の街らしいですね。古都なんで食文化の発祥にもなってるのかな。焼きサバも食べてみます。焼きそばもカリカリジューシーでうまいですね。おかゆにはない香ばしさがあります。いや、これお家の近くに欲しいな朝ちょっと起きて、もう作るのだるいから食べ行こうみたいなのが、しかもヘルシーに、日本に普及してほしいですね。はい、そしてサバヒーのお店から徒歩で10分ちょっとで、このアンピン古房という台南の中では一番有名な観光地と言っていいんじゃないでしょうか。やってきました。昨日1600年代にオランダが統治した時代がここ台湾はあったっていうふうに言いましたけど、そのオランダが作ったお城の中でも最も古いお城ということで、その跡がまだたくさん残っている場所ですね。中に入ってきましたけど、この赤いレンガ造りが
西洋の雰囲気を醸し出してますね。庭園のように綺麗に今は観光地化されて整えられていますが、ところどころに当時の傷跡というか古びた感じでノスタルジックな雰囲気も味わうことができる場所になっています。で、さっき言った通りここが台南で一番古いお城になっていて、約400年前に建てられた建物です。で、当時はオランダだけじゃなくてポルトガルとかスペイン、ヨーロッパ諸国がこの辺りのアジア諸国を占領しようとしている時代で、オランダもここ台湾が日本や中国本土との貿易の拠点としてぴったりの場所だったんですね。なのでどうしてもオランダはここの台湾を自分たちの領土にしたいというところでやってきたわけですが、そんな中でもこの人が台湾の英雄鄭成功という人ですね。立派に銅像が立っていて、占領してきたオランダを追い払ったのがこの鄭成功ですね。今の台湾があるのはこの人のおかげですからね。で、ちなみに鄭成功は母親が日本人っていう風に書いてましたね。長崎に住んでいた人で、生まれは日本でその後中国に行って勉強したとのことで、今ここ上がってきてますが、ガイドブックとかでよく登場しているのがこの左上にある灯台ですね。これはでも近年できたもので見張り台としてできたんですけど、今は展望台として観光地化された施設になってます。展望台の下にあるこの建物の屋根は間違いなくこれ日本の瓦ですよね。日本建築で、下はでも西洋建築のような作りになっていて、和歌蘭融合というか、長崎にもこんな建物がたくさんありますよね。グラバー園とかでもこういう建築がよく見られます。もともとオランダ人が建てたお城なんですけど、日本統治時代はここが役所として使われていた時期があったとのことなんで、この建物ももしかしたら役所だったのかな。そういう雰囲気出てますよね。せっかくなんで展望台登ってみましょうかね。有料かと思ったら階段で無料で登ることができます。これはさぞかし景色がいいんでしょうね。ちょっと期待ですね。今まではちょっと海まだ見れてないんでね。そう、絶対見えるはず、昨日の行った場所でも。さあ、一番上までやってきましたよ。どうかな。お、これはいい感じじゃないですか。この辺りでは一番高い建物になっていて、奥の方まで視界が抜けてますね。綺麗に真ん中の方川も見えてます。海はどっちなんだ。こっちがイーストって書いてるから、こっちの南側見てみると、見えてますね。ちょっとズームしてみると、こっちの奥の方まで海が見えてます。ついに見えましたね。見えましたよね。嬉しい。この辺のレンガはさすがに補修されているとは思うんですけど、この左手の綺麗なフラワーガーデンのようなところですね。この壁は木の枝がこびりついている感じが印象的ですね。で、明らかに古めかしさも感じられると思います。ここがおそらく昔からずっと存在し続けているレンガの壁なんじゃないですかね。約400年にもわたって残り続けてるっていうのはとんでもないですよね。シチュエーションとかは全く違うんですけど、長崎の平和記念公園にある原爆で吹き飛ばされたレンガを彷彿とさせるような景観ですね。これはさっきのお城の近くにはこんな神社、お寺のようなところがあって、これも鄭成功がさっきのお城を取り返した後にその部下たちが建てたお寺ですね。門構えも本当に立派で、いかに鄭成功が存在感を放った人かっていうのがこれ分かりますね。結構ここの観光地はやっぱ台南の中でも有名なだけあって、台湾人を含めたくさんの観光客で賑わってますね。出店もいくつかあります。お城の周りは安品楼街といって屋台がたくさん並んでるんで、ちょっとした食べ歩きとかも楽しめますね。ちょっとお昼はやっぱ暑いんで冷たいものをいただこうかな。スイカジュースとか美味しそうだし、台湾といえばこれですよね。アイユーだっけ、このゼリー、レモンゼリーみたいなやつ、これ注文してみました。ゼリーですね。で、シロップとかレモンをかけてちょっと酸味を加えたドリンクになるみたいです。先生、いただきました。はい、買ったんですけど、これ透明じゃないとちょっとどんな感じなのか伝えるの難しいですよね。最近になってこんな形になったんですけど、 SNS 的には良くないですね。中がよくわからないんで良さが伝わらないというか、
まあでもさっき見せた通りですね、ゼリーがたくさん入ってます。いただきます。いやー、酸味が効いててうまいですね。暑い時に飲むドリンク最高ですね。これは中にかき氷も入ってるんで、サクサクのかき氷と弾力あるゼリー、食感もいい感じ。はい、台湾人に大人気らしいです。夏のドリンクですね。さあ、そしてここも面白いエリアですね。目の前に広がっている光景はもうこれ迫力満点だと思うんですけどね。昔はここは倉庫として使われていた場所ですね。おそらくまたオランダの人が建てた倉庫だと思うんですけど、それが月日を経てこんな感じでガジュマルの木がレンガを覆い尽くすような光景になって、神秘的な景色が見られる場所になってるんですよね。中に入ってみましょうか。うわ、すごいねこれ。本当に建物の下まで根っこが這いつくばっていて、映画のロケ地みたいになってますよ。隅々まで見ることができるようにこれ階段が整備されてるんですよね。根っこの上の部分から下の部分まで。この辺すごいな。いやもうこれ倉庫があったって言われないとわからないぐらいに根っこがいろんな部分に這いつくばってますね。このガジュマルの木は本当に生存力が強いらしくて、こうやってレンガに這いつくばる理由はやっぱ植物なんで日光を浴びる必要があって、なるべく高いところに行きたいっていう欲があるみたいですね。それで壁があれば簡単に上まで登っていくことができるんで、その壁を這いつくばって根っこを伸ばすっていうところで、他の植物はそういうことを簡単にできる植物ないと思うんですけど、このガジュマルの木は森の中の植物の中でも生存力がもう極めて強いらしいですね。で本当に強い根っこを持っていて、場合によってはレンガもろごと押しつぶしてしまうほどの破壊力があると。いやもう映画とかでもね、ジュマンジとかでも根っこが人間を巻き込むとかそういうシーンを見ることができるんですけど、ここからインスピレーションを得てるわけですね。でこんな壁にこびりついて栄養補給とかできるのかっていうふうに思うのかもしれないですけど、それもまた強い能力を持っていて、空気中の水分を吸うことによってそれだけで生きることができるみたいです。生命の力強さを感じることもできますし、この木漏れ日が本当に美しいですね。どこが綺麗に写真を撮ることができるかなと、フォトスポットを探すのも楽しそうです。これすごいですね。カッチカチですよ。石みたい。石、もうこの石と同じぐらいの硬さでこびりついてますからね。人間の手では絶対に剥がせない。すごいね。これが木とか信じられんわ。すごいなこれ。もうなんかどこまで伸びてるかわかんないぐらいに、このまるでパイプのように伸びてますからね。なんか見えてないですよね。目とかないです。目とかついてないですからね。いやそうですよね。これ見えてないから、もう光のある方へ伸びてるってことですね。ね。光を感じながら光の差す方へっていうミスチルの歌ありますけどね。皆さんもね、希望を捨てずに地道にコツコツと光の差す方へ突き進んでいきましょう。そんなことも教えてくれる旅です。でさっきの倉庫を抜けていくと、ガジュマルではなくマングローブを見ることができる展望スポットがあるっていう風に書いてましたね。ここかな。ここの展望台に来ると目の前にこれマングローブ林が並んでいる川ですね。でさっきのガジュマルの木とは全然違って、このマングローブは森の中では激弱の木なんですよね。強い木相手だと生存できないから、こっちの海まで追いやられちゃったんですよね。ただ海水っていうのは木にとってはね、あんまりいいもんじゃなくて、塩はいらないわけなんですよ。ただこの進化の過程でここで暮らすしかないから、塩を排出する能力をマングローブは身につけたようです。でこの海沿いにマングローブっていうのは生息しているわけですね。いや本当に生物の進化論っていうのは興味深いですね。でダーウィンが言ってる通り、変化するものが一番強いってことですね。生き残るためには生き残ってますから。なるほどね。僕ら YouTuber と同じですよ。同じですね。変化するものが生き残る。僕は誰も行かないところ行くようなもんですね。そうですね。どうすこいさんがもう普通のサラリーマンでちょっとうまくやれなくても、追いやられたとしても、そこで変化することによって輝くことができてるわけですから。そうですね。決して諦めてはいけませんよ皆さんね。そんなことも教えてくれるここの安品樹屋ですかね。旅は自己投資。旅は自己投資ですね。まさにチャールズ・ダーウィンを感じることができるこの場所です。
で調べたところによると、このマングローブを鑑賞するクルーズみたいなのも近くにあるみたいですね。時間がある時にはそっちも行くのをおすすめします。今回ちょっと僕らは時間の都合上行けないんですけど、次来た時は行ってみたいですね。で旅の最後に台南グルメ食べに来たんですけど、ここのお店ですね、大行列です。こんな感じで人気店、結構列あったけど意外と10分ぐらいで入れた。でこれがメニュー表ですね。頼んだのはこの牛肉湯って書いている名物ですね。そして牛肉チャーハンと青菜炒めかな、これはこの3つ注文します。来ました。これが牛肉湯、ニューロータンっていう風に読むらしいですけどね。中に牛肉がたっぷり入ったスープですね。そして牛肉チャーハン、めっちゃいい匂いする。これうまそう。さらにこれが牛肉炒め、野菜炒めかな。でこれが青菜炒めですね。さあ初ニューロータンいただきます。うまいですね。この牛肉スープ、コクがしっかりあって牛肉の風味がしっかり広がっていく。でも後味はすっきりとしていて飲みやすいですね。特に大きな癖もなく、これも日本人の人みんな好きだと思います。うまい。でチャーハンも口コミ見るとチャーハン美味しかったって結構見たので、確かにチャーハンうまい。うまいですね。全くこう米のベチョベチョ感もなく、パラパラな感じで牛のうまみがもう程よいですね。絶妙な塩加減、塩加減が強すぎず味も濃すぎずで、これもうまい。これやっぱ口コミ評価高いだけあって絶品ですね。毎日食べられる。